よく寝れました？うん、すっかり。よかったです。休みました？はい。お昼寝しました？いや、寝ずになんかちょっとブラブラしたり。おー。ブルーシートだとやっぱちょっと暗いですね。うん、事件現場みたいですよね。確かでもあとまあ1月ぐらいに。はい。すればこのシートも全部取れるので。なんか1月の方がなんかすごい寒かった印象ですね。うん、1月の25からだっけな、大寒っていうらしいですね。24節気の中で一番寒いって。はい。でも2月もだいぶ寒いんですけど、今年なんかそんな寒くないですね。もうハエとか出るんですね。出てました？なんか骨のところに群がってました。それは嫌だな。嫌だけど、まあしょうがない、順番だから。順番彼らにも出番があるから。今何の本読んでるんですか？最近何読んでたっけな。狙撃の科学っていうのが読み終わって、でも狙撃の科学読み終わったぐらいです。それって日本の方が書いてるんですか？そうなんです。元自衛官の方が書かれてて。かつらむきっていうんですよね。すごい。独学ですが。今日はみぞれ鍋を作ります。いいですね。なんか地方の舞台挨拶と東京の数日の滞在で胃が荒れちゃったので、胃に優しいものを。荒れたっていうのは結構飲んだってこと？だいぶ。いやー、秋田の飯と酒うまかったわ。楽しい晩でした。いいですね。地方っていいですよね。なんかそういう。でも映画祭がクロージング上映って言って最後の上映だったんです。で、全部終わって実行委員の方々と記念撮影してっていうのが夜9時だったんです。そっから宿に移動して夕食っていうのが夜10時だったんです。で、僕翌朝8時の新幹線乗らない、違う、10時の新幹線なんだけど8時に宿を出ないといけないって言われてて、でもその映画祭の実行委員の方が朝まで飲んでくださいってすごい料理もお酒も大量にありますのでって、いや朝まではって言いながら結局2時まで飲んじゃってでもまだなんか宴会は続いてて、もうごめんなさい、ドローンしますっつって胃薬とかそういうの飲むんですか？飲むこともあります。
熊の胃って言って、熊の胆のが昔薬として高価に取引されたっていうんですけど、熊の胃と同じぐらいイノシシの胆のもほぼほぼ同じ成分らしいんです、科学的には。だからイノシシの胆のをカバンからぶら下げてたまに飲んでみるんですけど、あれは多分民間療法であんまり効かないですね。ぶら下げてるんですね。そう見てみます？はい。見たい。ちょっと待ってください、今出してみます。はい。よいしょ。これもうこれぐらいのやつなんですけど、それを、干してその後板で潰してさらに干すんです。ちょっと舐めてみます？舐めたことありましたっけ？ないですないです。はい、ありがとうございます。なんだろう。うわうわうわこれ針挟まると地獄なので針挟まった瞬間取ってください。これ噛むんですか？まあ舐めるぐらいで。舐める。うわ苦っなんかちょっとこれだけ苦いと胃にいいだろうって昔の人は思い込んだんですかね。胃にいいのかな本当に。うわ胃にいいのかな。なんか分かる人に教えてもらいたいですよね。確かに化学組成を見て、ずっといます。ずっといる。よいしょ。ドミノピザ。ドミノピザ。もう肉がなくなってきちゃった。で、これ差し上げます。今100均のなんですけど、山で水飲む時用に。ありがとうございます。なかなかこの大根おろしをおろしてる時間って面白みを感じえないですよね。その時間ってなんかあるかな。なんかあるかなって思ってるうちに終わっちゃう。そうですね。スーパーのレジに並んでる時間と一緒。なんかないかな、なんかあるかなって思ってるうちに。この前俵真知さんと助真さんっていう本の編集の方かな、のインタビュー対談みたいなの見てる時に、この味をいいねとあなたが言ったから7月6日はサラダ記念日って、その俵さんのすごい有名なその歌の誕生秘話で、もともとそれ本当はカレー味の唐揚げだったらしいんですよ、サラダじゃなく。でしかも7月6日じゃなかったらしいんです、ただいいねって言われて、自分の日常の中に幸せがあって、それを歌にする時にカレー味の唐揚げよりもやっぱサラダの方が爽やかで、歌になりやすい、でサラダの美味しい時期っていつだって言ったら、まあ夏、初夏とかで、それが7月っていうのがそのサラダっていうのが作業、S のシーンで、7月も S だから、その語呂がいいし、かといって7月7日って言ってしまうと七夕でベタになるから、7月6日にしてっていう創作秘話をおっしゃってて、事実っていうのは作品にならないと、ただ真実を伝えるために嘘をつくのはありだと思うっておっしゃってて、そのものを作る時に真実っていうのはやっぱり好きな人がこの味いいねって言ってくれた、でその時にうわって幸せって感じたのが真実というか本質、それがカレー味の唐揚げにしろサラダにしろ、その本質を作品に昇華させるために、真実に昇華させるためにサラダにして日付も変えてっていうのが作品の嘘って言ってて、すごいいい話だなと思ってね。事実、報道っていうのはやっぱり事実を伝えないといけないし、中立性とかが大事だろうけど、
ただ芸術表現とか作品作りとか、しかも無から有を生み出して新しい価値観をっていう時は、だからそれが過度に演出という名のもとに事実をねじ曲げてしまうと、ましてや映像媒体だと、それはやらせとか、その捏造になっちゃうじゃないですか。そこの塩梅って難しいですね。むずいですね。まあ役者の仕事はもうほとんど、捏造というか全部お芝居だから。ドキュメンタリー今撮ってる、もう撮り終わったんですかね。もうちょっと撮るんですか、ドキュメンタリーって。いや、もうちょっと撮るみたいです。ドキュメンタリーは初めてですか？まあ、情熱大陸とか、あとモンゴルにチンギス・ハンの墓を掘りに行く企画とか、そういうのやっぱりカメラ回してたり、インタビューに素直に答えたり、でも素直なのかな、素直には答えてるつもりなんですけど、やっぱりカメラが回ってると意識してしまいますよね、これが世の中に出るんだろうって、だからどうしたって格好つけるし、どこまで素直で入れるかって難しいですよね。でもドキュメンタリーを撮ってくれてるエリザベスさんはもう長らく友達なんです、で、なんだろうな、鼻水垂らしてても山でこけても、なんかみっともない姿見せても、エリザベスさんはすごいあったかい人だから、エリザベスさんだったらそれを面白いって言って使うって言ったら、好きなように使ってくださるから、エリザベスさんの前ではほとんど格好つけてないと思います。そうですね、役者もどんどんきっと腕っていうのかな、上がっていくと思うんですけど、ドキュメンタリーとしての撮られ方もやっぱちょっと上がっていく、意識をなるべくしないようにできていくもんなんですかね。でもそれは若い時の自意識の強さと、年取っておっさんになってきてあんまり細かいこと気にしなくなったのとっていうのの年齢の差もあるかもしれないです。死者誤入したらもう一緒ですもんね。40ですねおっさんですよこの前秋田のその映画祭の旅館で、夜2時まで飲んで、ただ部屋風呂がついてたんです。すごい素敵な部屋風呂で、せっかく秋田来たんだし、こんな温泉旅館で入ろうと思ったら、足滑らして腰を強打したんです。夜中の2時に一人、部屋風呂の中で悶絶してて、いやおっさんじゃんと思ってまだ痛い。まだ痛い。お風呂どうします？行きたい？いや全然なくても全然なくていいです。じゃあ行っか。お風呂特に動いてないので。じゃあ飯にしようかな。野生肉食べてまだお腹は壊してないですか？全然大丈夫です。やっぱイノシシの睾丸をやっぱちょっと後引きましたね。あれはうまくないですね。これは何肉ですか？これは鹿のセロースです。しゃぶしゃぶスタイルですか？そうです。なるほど。鹿の匂いするでしょ。この前君が漁場で吠えた鹿の匂いが。
ニンニク入れるとやっぱ違うんですか？気のもん塩とみりんですかね。塩と料理酒です。料理酒。でもこれも入れても入れなくてもあんま変わんないんじゃないかな違うのかな。体に良さそう。うん。何ですか？これ柚子なんですけど、柚子も完熟というかこっちの地域だとしみちゃうって言うんですけど、なんかブニョブニョになっちゃうんです、冬も終わりの方になると。今日お酒飲まないですか？まあ飲んでもいいけど飲まなくてもいいし、高部さんもお召し上がりたかったらご自身で入れて。あ、はい。なんか飲むかな。なんか飲む？なんか飲みますなんかあるかな。なんかありすぎますよ。ありすぎますねあ、でもレモンサワーなんてうまいんじゃないかなこれ。レモンサワーいいですね。いいっすね。炭酸少ししかないけど、まあすごい、氷もある。そうなんです文明はい、あ、すみません、ありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。あ、すみません、ありがとうございます。すごい。はい、どうぞ。ありがとうございます。召し上がりください。すごっ。うまそう。
うまいうまい、やば、これはうまい。レモンサワー最高です。あ、そっちですか。この合作が合作が、結構肉入れたと思ったんですけど、なんか沈んでんのかな。何でもできちゃいますね、こういうところなのに。あ、飯何でも作っちゃいますね。明日は火鍋です。刀削麺みたいなのやるんですか。やろうと思えばできるけどやんないから莫大な量になりますよね、あれ。確かに。でも大根おろしのおろし金もらったところで、もう他に欲しいものが一切なくなりました。揃ったんですか。揃ったそんなことあります。この具材もう揃ってるって揃ったな。いただきます。うまい。胃が喜んでます。年だなって思うことあります？ずっと思ってましたね最近もう。いや、なんかこの胃の疲れ方とか加齢によるものなのかなって。今肌とバカみたいな量のマクドナルド食っちゃったりするから多分全然追いついてないんでしょうね年とやってることと。でもめちゃくちゃ運動してるから、でも一般的よりかは全然健康な気がしますけど。普通っていうか考えたら。これ柚子胡椒使いください。ありがとうございます。確かにずっとデスクワークされてる方とか、だって動く暇ないですもんね。ないですね。腰なんかも常に痛いですし。テレビディレクターさんって座ってる時間長いですか？長いです。何対何ぐらいですか？立って移動して体を動かしてる時間と。8-2とかぐらいかもしれないですね。もうずっと座ってますね。編集とかの時間が長いので。編集つないだものを例えばじゃあここの2秒切ってくださいとかっていうのは簡単です。なんかテレビだと、20分ぐらいの V でも2週、編集に数日、1週間かからないぐらいあれば頑張ったらできるんですけど、ものによりますけど、映画ってめっちゃ時間かかるじゃないですか。めっちゃ時間かかります。あれが僕分かんなくて、何をそんなやってるのかが分かんなくて。だって監督とプロデューサーさんは普通に50回とか見ます通してでちょっとあそこの素材使おうってまたはめて、時間と気にして、いやこの編集でいいんだろうかってちょっと出てくるっつってまた帰ってきてっていうのをめっちゃやりますでも2時間のもし映画撮られるとなったら、こんなに編集かかんない気しますか？します。じゃあテレビのつなぎ方とやっぱ映画のつなぎ方何なんですかね。なんでしょうね。映画の方がちゃんとずっと残っていくから何回も何回もっていうのももちろんあるんだろうとは思います。
テレビはそんな残らないですよね。でも人間を形成するんじゃないですか。なんかすっごいくだらない話だけど、酔っ払って酒飲んで、その記憶がないでも楽しい、なんとなくおぼろげに楽しかった思い出はあるって、まあ、そこまで飲む必要はないんですけどでも一言一句やっぱり記憶ってできないじゃないですか、でもそういう経験を積むことによってまあ形成される。まあちょっと待って、酒飲んで記憶がないはろくでもない人間が形成されるかもしれないけどでもテレビも全部記憶してるわけじゃないけど人間の形成はしますよね、その作品として残る残らないは分からないけど、僕子供の頃それなりにテレビやっぱ見てたから、ドラえもんでだいぶ形成されたと思います。いっぱいあるので、バラエティーとかも見てました？世界丸見え好きでした。あと動物奇想天外。でも100万円炎のチャレンジャーとか懐かしいミリオネアとかは CM で引っ張るじゃないですか、あれが耐えらんくて何世代ですか？元気が出るテレビはギリギリやってたかなぐらいですけど、なんだろう、バラエティーでもゴッツが中学生の時だったごっつい感じが、あれはめっちゃハマりましたからね。なんだろうな、犬のご飯贅沢鹿の前足です。前足、はあ、すごっ。後ろ足は結構ボコッと取れる肉のパーツが多いんです、これが膜なんですけど、筋膜って言って、この筋膜を剥がしていくと全部パーツごとに分かれていくんです、ただ前足は結構繊維質で、一本一本のその筋が強かったり、一本一本のその肉が硬かったりするので、これバコンとシチューにしてもうまいし、まあ煮込み料理に結構合うんです。でもこれはこのまんま焼いた方が切り分けやすいので、だからこれはしーちゃん用、丸ごとしーちゃん用ですか？丸ごとしーちゃん用まあ僕らが後でお腹空いたら、端っこの方塩コショウかけながら食べても美味しいですけど、だから肉の減りが早いんですね。そう、犬が来るとね、でも無駄が出ないから。こんなのお店で出したら何万じゃ効かないっていうかね。どうなんですかね。まあでもね、山から下ろしてきて加工してって考えて、これ僕の自分家の犬だから、もし友達ん家の犬でも大丈夫だけど、それを商売にしてくれって言われたら、結構値段取んないと割に合わないんですよね。そうですよね。新しいハンティングベストをファンの方からいただいて。ファンの方が？そうこの鴨柄というかツリー柄、木の柄のオレンジのハンティングベスト欲しかったから。おお、いい。それはシャカシャカならないやつですか？そうですね、そんなに気にならない。はい。
すごっ。ちょっと食ってみますか。うわ食いたいめちゃくちゃ食いたいです。うわすごっ。あれ手切りました？切ってないです。肉汁。あ、肉汁か。極上の焼肉じゃないですか。若いメスだからうまいです、この子は。はい、ありがとうございます。すごっ。すごっ。ぶつ取ります？はい、ちょっと一瞬だ、ちょっとだけ。ちょっと待ってください。フォーカスが来た。うまそう。うまい。うまい。うわ、うまそう。絶対うまいやつじゃん。あうわ、やば。うまそう。うん。うまっ。うまい。いや、うまい。いいな。これ前足のどこですか？これ前足の人間でいうところのはい。上腕三頭筋みたいな、はここです。い。へえ。うまっ。うん。うまい。うん、全部食べちゃってくれ。ありがとうございます。うまっ。生もいいけど焼いてもうまいですよね。うまいです、うまいです、ほんと。これはたまらんですな。うん。